某、レンタルビデオ店で、アイとしてた時の話。俺は当時、専門学校に通っていて、いつも帰りは夕方だったから、シフトも夜から閉店。俺のとこは夜の12時までで入ることもほとんどだった。その日も同じようなシフトだったんだけど、授業がハードだったこともあって、11時を過ぎる頃には、もうヘトヘト。特にこのくらいの時間になると、お客さんも減るもんだから、油断してるとレジに突っ伏して、いびきを立て始めそうなくらいだった。ちゃんと仕事しろよって思うだろうけど、ビデオ屋のレジ業務ってのは割と単純で、お客さんが来たらレンタル、返却処理。それ以外の時間は、外のポストや店内のボックスに返却された商品を、ひたすらバーコードで読み取って、返却処理をしていくんだ。そんな作業みたいな内容だから、そりゃあ眠気も襲ってくるってもんだよ。それでも、そこの店長が怒るとめっちゃ怖い人だったから、睡魔と戦いつつ、なんとか仕事はこなしてた。そうこうしているうちに、閉店時間が近づき、店内に客が残っていないか、確認に行っていたもう一人のバイト仲間の A は、遠目から俺に向かって、両手で丸を作って見せた。どうやら残っているお客さんは、もういないらしい。閉店まではあと5分ほどだったかめ、あとはレジを閉めて、売り上げを集計すれば、家に帰れる。そう思った途端、体の力が抜けて、俺は大きなあくびを一つした。すみません。突然の声に驚き、あくび途中の間抜けな顔を急いで取り繕い、レジに向かうと、何やらひどく焦った様子で、初老の男が一人、レジに立っていた。まだお客さんいるじゃんかよと、A のチェックの甘さに、やれやれと思いつつ対応すると、どうやら、20分ほど借りていた DVD の返却期限が今日までのため、急いで返しに来たようだった。うちの場合、返却期限が過ぎると、1本1泊につき、連帯料が300円ちょっとかかるので、それは20分となると、バカにならない金額になる。これは焦るのも無理ないわな、と返却処理を始めようとすると、男は人目を気にするように、そそくさと店を出て行ってしまった。本来であれば、レジまで返却しに来た場合、商品の確認が終わるまで、お客さんにも待ってもらうことになっている。もし商品に抜けがあった場合、その場で伝えれば、両上の返却に間に合うかもしれないし、こちらとしても、電話の手間も省けて楽だからだ。しかし、俺もその男を、呼び止めることはしなかった。そもそも返却漏れなんてイレギュラーは、そうそう起こることではないし、万が一あったとしても、この時間だ。男がどんなに近くに住んでいたとしても、12時までの返却には間に合わないだろう。何より俺は早く帰りたかった。男から渡された20分ほどの DVD をケースに書いてあるタイトルと DVD に書いてあるタイトルが一致しているか確認しながらレジに通し返却処理をしていく。残りも2、3枚となった時、思わず、マジか、と声が出た。明らかに中身の DVD が違う。ケースにはシリーズものの人気映画のタイトルが書かれているわ。入っている DVD は家電量販店で売っているような白地のもので、その表面に、ここという文字が印刷されたラベルが貼られていた。字は手書きではなく、印刷されたもののようで、真っ白な背景に印字された明朝体の文字に、どことなく薄気味悪さを感じた。最後の最後でイレギュラーかよ、と内心イラつきましたが、この時間は電話対応も必要ないため、誤って私物が入っていた旨のメモを残し、対応は明日のシフトの人に任せることにした。その後の業務を無事に終え、A と帰り支度をしている途中、何の気なしに、先ほどの話をしてみた。すると A は興味津々な様子で、明日もシフトが入っているから、チャンスがあれば視聴台、傷がついた DVD が再生できるか確認するための DVD デッキ、レジの中にある
って見てみる、と意気込んでいた。さすがに、他人の所有物なんだから、やめといた方が、と思ったが、A がそんな忠告を聞くとも思えないし、何より俺自身、少し気になっていたので、後日 A にどんな内容だったか確認しよう、と軽く考え、その日は A と別れた。それから3日後、再びシフトが入っていたので、バイト先へ向かうと、いつも事務所にいる店長が、珍しく店頭に出ており、見るからに不機嫌そうな顔で、業務をしていた。うわ、小屋誰かやらかしたな、と思い、なるべくイライラの矛先が向かないよう、最低限の挨拶でレジへ向かおうとすると、開口一番。A は、と聞かれた。A なら確か、今日のシフトにも入っているはずだと、周りを見渡したが、姿が見えない。シフト表を見ると、俺が入る2時間前から出勤の予定になっているが、この時間になっても現れず、連絡も取れないという。俺からも連絡を試みたが、スマホは LINE も電話も繋がらず、一人暮らしである A の家には固定電話もないため、これ以上できることはなかった。その後も、店長はぶつくさと文句を言っていたが、しばらくすると事務所に戻っていき、ピリピリとした空気から解放された俺と、もう一人のバイト仲間、E さんは、胸を撫で下ろした。E さんはフリーターで、年は俺と A の3つ上。俺、A、E さんの3人でシフトに入ることも多く、ゲーム好きという共通点もあって、仲は結構良かった。ともなれば、当然話題となるのは A。最初こそ心配していた俺たちだったが、E さんは、どうせ徹夜でゲームでもして、今頃爆睡中だろう、とあまり深くは考えていないようだった。まあ、俺も大体は同意見、決して真面目とは言えない A のことなので、後日ひょっこり出勤して、店長に大目玉を食らう姿が、容易に想像できる。しかし、そこまで話していた時に、ふと3日前の出来事の頭をよぎった。ここ、と名付けられた DVD。今まですっかり忘れていたが、思い出すと無性に気になりだし、同時に何か冷たいものが背筋を通るのを感じた。A はあの中身を見たのだろうか。そういえば、A はあの DVD を見ようとしていた日は、E さんもシフトが入っていたはずだと思い出す。E さんにそのことを尋ねると、あれね結局見てないんだよね、と何でもないように答えた。俺は拍子抜けしたものの、自分の馬鹿げた考えが否定されたことに、安堵した。まさか呪いの、などと考えた自分が恥ずかしい。きっとあれはホームビデオか何かで、連絡を受けたあの男が、受け取りに来たのだろう。ここというのは、ペットか何かの名前に違いない。そうやって楽観的な妄想をしていた俺は、次の E さんの一言によって、現実に引き戻された。あれ、A が持って帰っちゃったから。で、どういうことですかと思わず尋ねると、どうやらこういうことらしい。その日、前日の俺のメモを見た従業員が、あの男に連絡したところ、やはり抜けていた人気映画の DVD は、まだ自宅にあったため、今日中に返却しに来るとのことだった。加えて、私物と思われる DVD が、代わりに入っていたことを伝えると、男の態度が急にしどろもどろになり、それはいらない、そちらで処分してくれと、怯えた様子で繰り返したという。しばらくして、約束通り男は DVD を持ってきたが、返却が終わるなり、またそそくさと逃げるように、店を出て行ったそうだ。そして A と E さんが出勤し、その話を聞くと A は、じゃあ俺がもらっても問題ないですかね、と言い出し、さほど興味のなかった E さんは、二つ返事でそれを了承してしまったのだという。俺は天末を聞きながら、嫌な汗が体から吹き出すのを感じた。A は自宅にあの DVD を持って帰っていた。となれば当然、中身も確認しただろう。それが今日の無断欠勤と関係があるのかどうかはわからないし、
むしろ E さんの言う通り、ゲームのやりすぎで爆睡している方が、呪いなんかよりよほど可能性があるのだが、その時の俺はどうにも、レイとあの DVD の関わりを切り離せないでいた。そのことを E さんに話したところ、盛大に笑われた。俺は結構真剣だったため、まともに取り合ってくれない E さんに少しムッとしたが、逆に笑い飛ばしてもらえたことで、少し気が楽になった。相変わらずレイは心配だったが、悶々としながらも、なんとかその日のバイトを終えた。帰り際に店長に、レイの住所を聞こうかとも思ったが、まだ機嫌が悪いらしく、あまり話しかけたくないのと、この時間に尋ねるのも迷惑かと思い、LINE で、起きたら連絡しろよ、とだけ送り、明日になっても返事がなければ、店長に相談して、レイ宅を訪ねてみようと考えながら、帰路に着いた。自宅に着き部屋に戻ると、家族のいる家に着いたという安心感からか、疲れがどっと出てくる。ただ、すぐに眠れる気分でもなかったので、少しゲームでもすることにした。ちょうど明日は休みだし、ゲームをしていればそのうちいいから、悪い寝てた、だの LINE が来て、俺の気憂を吹き飛ばしてくれるのではないか、とも考えていた。俺はゲームのパッケージの並べられた棚に手を伸ばし、そこから一本のパッケージを抜き取る。ベッドの前に腰を下ろし、もう何年も現役の TS4 を起動し、モニターの電源を入れた。見慣れた起動画面を見ながら、パッケージを開き、ディスクに目を落としたとき、息が止まった。ここ。文字の白に、黒の明朝体、シンプルすぎて忘れようがない。あの DVD。なんでここに、どうして、レイのいたずら。あらゆる可能性を脳内で模索するが、到底納得のいく結論は導き出せなかった。パッケージが滑り落ち、床に落ちた衝撃で、中の DVD が飛び出す。まるで見ろと言わんばかりに、それは俺の目の前に放り出された。カラン、というその音で我を取り戻すと、俺はゆっくりと、その DVD に手を伸ばした。さっきまで、あれほどまでに怯えていたのが嘘のように、俺の中の感情はむしろ、怒りに近いものになっていた。散々脅かしやがって、をどうした？もともと入ってたゲームのディスクはどこにあった？絶対お前の正体を暴いてやる、といった感情が渦を巻き、俺は自分でも気づかないまま、その DVD をプレイヤーにセットしていた。今思えば、俺はこの時からすでに、何かに誘導されていたのかもしれない。しばらくの読み込みの後、DVD が再生される。数秒ほどの暗闇、どうやら地面を映していたようで、誰かの手により、カメラが正面に向けられる。画質は荒く、劣化した VHS のようなノイズがひどいが、かろうじて何が映っているかは、確認ができた。そこは、森か山の中のようだった。時刻は夕方か早朝か、真っ暗ではないが、とにかく薄暗い。画面の中央部分は、木の生えていない空き地のような場所が映し出されており、その周辺を囲うようにして、ぐっそうとした木々が生い茂っている。しばらくその映像が続いたかと思うと、カメラの手前から、スコップを持った男が現れた。苦労者のような格好をしたその男は、カメラに一別もくれず、空き地の中央にスコップを突き立てて、穴を掘り始めた。直径で言うと1メートルほどだろうか、男はひたすらにスコップを動かし、土をすくっては捨て、あっという間に、深さ1メートルほどの穴を掘ったようだった。すると、男は突然スコップを投げ捨てて、穴の中に飛び降りた。何やらもぞもぞと動いているようだったが、いかんせん画質が悪く不明瞭だ。少しでも見やすいよう、部屋の明かりを落としモニターに目を凝らすと、ようやく男が何をしているのか理解した。素手で穴を掘っている。時折見える男の顔は、もはや正気ではないようで、焦点の合っていない目を大きく見開きながら、
口だけは笑顔のように、引きつるほど横に開いていた。ガリガリと素手で土を掘っては、穴の外に投げ出す。その動作を永遠と続ける男の手は、今や映像越しでもわかるほど、血で濡れていた。それでも一心不乱に土をかき出し続ける様を見ていると、ある変化に気づいた。これまでは土と血で覆われていた男の手に、何やら糸のようなものが絡んでいる。かすかな明かりに照らされ、時折白く反射して見えるそれが、長い髪の毛だと気づくのに、時間はかからなかった。その様をどれほど見ていただろうか、気づくと男の姿はすっかり穴の中に隠れ、見えるのは時折外に投げ出される、土と髪の毛が混ざった物体だけになった。男は相変わらず、一心不乱に穴を掘っている。ガリガリと爪が土を削る音が、やけに大きく聞こえる。そのうち、土すらも投げ出されなくなった。ガリガリという音は、まだ聞こえている。さっきよりうるさい。穴から何かが出てくる。さっきの男だろうか。いや、違う。ぽっかりと開いた暗闇から覗いたそれは、白く、細い、女の手のようだった。穴の縁に手がかかる。ゆらりともう一つ手が暗闇から伸びて、反対の縁に手をかけた。ガリガリという音は止まらない。頭が割れそうだ。そして両手の間から、ゆっくりと真っ黒な物体が浮かび上がる。土の中の湿気なのか、あるいは男の血なのか、黒い髪の毛は月明かりに照らされて、ぬらぬらと光っている。そのうち、白い肌も見えた。死体だろうか。このままだと、目が合ってしまう。それにしても、なんだろう、この音は。あまりにもうるさい。目が合ったらまずいとわかっているのに、体が動かない。頭はゆっくりと上がってきている。ガリガリという音もうるさい。もうすぐ目が合う。うるさい。あ、目が。何やってんの？不意にものすごい勢いで肩を揺さぶられ、俺は一気に現実に引き戻された。見ると、母が今にも泣きそうな、ひどく怯えたような表情で、俺を見つめている。何をそんな怯えているのだろうと正面へ向き直ると、目の前に広がる光景に、愕然とした。部屋に敷いていたカーペットはボロボロに破れており、その下のフローリングまで、大量の引っかき傷がついている。それだけではない。カーペットもフローリングも血まみれになっていた。一体なぜと考えを巡らせようとした瞬間、激しい痛みが両手を襲った。恐る恐る自分の手を見てみると、思わず気を失いそうになった。指先すべてから大量に血が流れ、爪のいくつかは剥がれ落ち、かろうじて残った爪の間にも、カーペットの血や、フローリングの削りカスも詰まっていた。そうか、あのガリガリという音は、俺自身が出していたのか。母が救急に電話している声を遠くに聞きながら、俺はモニターに映し出された、信号がありません。の文字を、ただ、眺めていた。その後母から聞いた話では、あの時もう深夜だったにもかかわらず、俺の部屋からゴリゴリといった音も聞こえ始めたため、注意しに上がってきたところ、満面の笑みで床を削る、俺がいたそうだ。目の焦点も曖昧で、これはただごとじゃないと判断した母が、引っ叩いたり、揺さぶったりして、なんとか正気を取り戻させてくれたらしい。俺はその後、治療やらカウンセリングやらで結構大変だったんだけど、今は爪も生えてきて、普通に生活できてる。それとあの DVD、病院から帰って確認したんだけど、まだあったんだ。俺はもう夢か何かだと思ってたから、正直かなり驚いた。もちろん捨てたんだけど、ダメなんだ。普通に捨てても、割って捨てても、なぜか、また出てくる。ゲームのパッケージからだったり、内部の DVD と入れ替わってたり、
だからあの男を見習って、しれっと別のレンタルビデオ屋の返却ボックスに入れておいた。そしたらそれからは、もう戻ってこなくなった。どうやら捨てるのもダメみたいだ。誰かに渡さないといけなかったんだな。A の死体は、あれから少しして見つかった。俺たちが住んでる町の2駅くらい隣にある山で、穴に埋まるように死んでいたのを発見されたらしい。爪の間にびっしり土が詰まってて、毛が血まみれだったから、最初は生き埋めとかで事件性ありって、ちょっと話題になったんだけど、何の進展もないから、そのうち忘れられたみたいだ。A はきっと、あの DVD を最後まで見てしまったんだと思う。俺は実家住みだったからなんとかなったが、もし母が止めてくれなかったら、今頃は A と同じ道をたどっていただろう。そうそう、最近思うんだ。せめて俺だけでも、A に起こったことを忘れないよう、供養も兼ねて、あの山に行ってみようかなって。A が好きだったコーラやカップラーメンを持ってさ、あとお調子者で動画に映るのとか好きだったから、カメラも持っていこう。陽気にピースするレイの心霊写真が撮れたりして。あとはなんだろう、スコップも必要かな。